皆さんこんにちは。上野木隆一と申します。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は YouTube で日本風のまちづくり動画をアップロードしたり、ワークショップで日本風の建物などを公開する活動をしています。今回はパラドックスインタラクティブの皆様とのコラボレーション動画として、日本風の街並みをシティーズスカイラインズで作るために必要な基本的な要素についてお話ししたいと思います。今回の動画で解説するポイントはこの3つです。これらをお話ししていきます。まずは地形についてです。日本の街並みを作るには日本の地形を使うのが一番良いでしょう。日本は水資源が豊富で起伏のある地形が多いので、山や川、そして海のある地形があると馴染み深い風景を作ることができます。海外のマップの場合、日本ではあまり見ない大平原や川といっても曲がりくねった大きな川だったりするので、日本の風景とは少し異なりますね。日本によくある山や川の地形を考えてみましょう。こういった地形を網羅した良いマップの例として静岡県のマップをご紹介します。このマップは山、川、平野、海と日本にありがちな地形が全て詰まっているとても良いマップです。次は道路と鉄道についてです。このゲームはデフォルトの状態、つまりバニラの状態で使える道路や鉄道は洋風のものになっていますね。道路と鉄道は日本らしさが特に強調される部分なので、洋風のものよりも日本のものを使うのが良いでしょう。ワークショップで公開されているものを使うのがおすすめです。また、これは日本風に限らない話ですが、鉄道路線を引くときに注意したいことがあります。それはカーブを急にしすぎないことです。例えば JR の幹線における曲線の目安は半径が 600m と言われており、これは75グリッドをかけて90度カーブする曲線になります。新幹線においては最も急な箇所でも半径 2500m となっていて、これは312グリッドをかけてカーブするような広大な曲線になります。最終的には見た目の問題にはなるんですけれども、カーブはなるべく緩やかに作るようにするのがおすすめですね。また、最近の鉄道路線は高架や土手に建設されて踏切による平面交差を避ける傾向にあります。なので、都市部を作るときには道路と鉄道がなるべく立体交差するような風景に作ると良いですね。最後に区画と建築のルールについてお話しします。日本の街の多くは既存の集落をもとに発展しており、計画都市として作られた都市は少数派ですね。したがって同じ都市内でもある地区はこう、この地区はこうといったように複数の区画の特徴を持たせるのがおすすめです。例えば駅前は整然とした5番目なのに、川を越えると道路が入り組んでいるようなイメージですね。また建築のルールについてもお話ししておきます。日本の建築物の高さというのは法律によって決められていて、その中でも代表的なルールが車線制限というルールになります。車線制限の詳しい情報はググってほしいんですけれども、その中で気にしたいのは道路車線というものになります。道路車線とはこういうものです。例えば面する道路の幅が4メートルだと、建てられる建物の高さは5メートルから6メートルから先が斜めに制限を受けることになります。こういった制限に対応するため、日本の建物は上が削られた形になっているものも多く見かけます。例えばこのアセットはまさにそういった日本の建物を再現したアセットと言えますね。シティーズスカイラインズの場合、1マス道路、つまり8メートルの幅の道路の場合には高さは10メートルから12メートル。2マスだと20メートルから24メートルぐらいの高さまで建てることができます。要するに高い建物は大きな道沿いに建てるということを理解するだけでだいぶリアルな街並みになりますので、ぜひ意識してやってみましょう。以上、簡単ですが日本風の街並みを作るために必要な基本的な部分についてお話ししました。次回以降はもっと具体的な方法についてお話ししていきたいと思います。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。